前田と申します。EMR モジュールという部門にいて、その中で機構開発を行っているのがメインになります。このプロペン3の開発には割と深く関わらせていただいていました。EMR ペンソリューションで、ペンの機構設計をやってます尾形と申します。ワコムで作っている EMR ペン全般の機構の設計を担当しております。EMR テクノロジー2に所属して電気設計をしております。ペン全般ずっと関わってやってきてます。EMR っていうのは電磁誘導っていう、電気を流すと磁界が発生するっていうのを使ってて、それを、このタブレット、その座標検出とか、ペンとタブレットのデータの通信に利用してるっていう技術を使ってます。このプロペン3の開発っていうのはかなりの基礎検討っていうのがだいぶ前からエンジンの方で行われてました。でそこに、今回、シンティックプロ27、22、17このシリーズの開発とともにこのプロペン3という開発がスタートしています。ETC という企画のプロチームがこういった形状の希望であったりとか製品の希望っていうのは我々に対して落としてくるんですけども、その前段階で我々技術の方はいろんな検討を行っていて、そこで企画側のアイディアと技術が培ってきたものを融合させます。で融合させていく中で電気側の部署と我々機構サイドでいろいろ吸ったもんだをしてペンソリューションの方に非常に難易度の高い状態で詳細設計を頼むという形になりますね。なんかすごいの来たなって正直思いましたね。はい。全部着脱できる、ユーザーが好きにカスタマイズできる、今までにないペンだなっていうのはもう一番初めに思ったことですね。この重りもあるんですけども、これ何もしないと前重心なんですけども、この重りを入れることで中心になり、さらに後ろにやれば後ろ重心になる。でこれも使い分けることができる仕様になっています。デザイナーから上がっている ID を元に中の構造を作っていくと。でもちろん電気の方も使用するその電気部品っていうのは、形決まってますのでスペースも決まってるんで、その電気部品のスペースを除いた分で着脱できる、ユーザーがカスタマイズできるペンっていうのをなんとか形にしていくっていうのが私の仕事ですね。電気設計としては ID とか構造がある程度できてから中の基板と、電気部品をどういうふうに配置するかっていうのと、その回路をどういうふうにするかっていうのになってきますね。でただ、このプロペン3に関しては、結構初期の頃から入ってましたので、プロペン3っていうそのプロジェクト ID が出てくる以前からちょっと初期検討から入ってたので IC の開発ですとかに関わって、でそれをどのぐらいコンパクトにできそうかっていうのは初期からやってました。3年ちょっとは最低でもかかってる。多分4年ぐらいはいっちゃってるんじゃないかなと思いますね。いろいろあるんですけど、筆圧特性は、書き始めが軽いっていうのはこだわってやってました。あと五体ばらつきはなるべくなくすようにとか、そういうところはこだわってました。初期一番こだわってたのは傾けて書くんですけど、基本的にこうやって押す時よりも傾けて書いた時の方がやっぱ力が逃げちゃうんですね。物理的にも逃げてしまうんでそこはやむを得ないんですけど、それ以外のところでもかなりロスしてる部分が垣間見えてまして、そこをとにかく削ぎ落とすことにこだわってました。基本的にはそれを全て詰め込んだ形になります。もう一つは企画サイドからかなり強い要求もあって、とにかく視界を広げたいと。なのでこの形ですね、コーンシェイプであったりとか芯の出量であったりとかっていうところに関しては、それを絶対として
とにかく構造設計には努めてましたね。実はペンだけじゃなくて芯へのこだわりもかなりあります。今までの芯と全く違う芯なんですねこれで。軸に実はカーボンを使っていて、釣り竿なんかにも使われているような材料です。もっと言うと飛行機とかそういった航空系のものにも使われているような材料を使って相当硬いんですね。こういったかなりの高機能材料を使ってまで斜めにした時にとにかくその力が芯のたわみで逃げないようにするというところを達成させてますね。ここは相当こだわっていてちょっと高い材料を使ってます。なのでなかなかそれを首を縦に振ってくれなかったんですけど最終的には解き伏せて、これはプロのお客さんもかなり体感できるところになってるんじゃないかなと思ってます。このグリップを後から同じペンに差し込めるようにしたいっていうのも結構難易度が高くてですね、今までにない構造だったんでいろいろ考えるのも面白かったというか、後ろから差し込んでこれで止めてあげる、これだけなんですけども、多分ユーザーにとってもそんなにストレスにならないように一つのペンでいろんな形状のペンになる、そういった構造をこの一本のペンに落とし込んでっているのが、こだわった部分ですね。見えないところで言うと中に実はスイッチが入ってまして、押した時に少しばらつくような仕組みになってたんですけど、それをちょっとマイナーチェンジしたんですね。で多分うちの尾形はそこも相当苦労してるとは思うんですけど、今回そのガタをなくすためにその中のそのスイッチ部品も固定の方法とかも変えてますし、芯の保持する部品も形状も全く新規のものに変えてます。で極限までガタを減らしてる仕様になってるんで、プロペン3使った瞬間にあれって思わせることができるんじゃないかなっていうのはちょっと正直内心思ってます。私はこの前のプロペン2にも一応関わってまして、その時からちょっと思っていたのは芯のガタつき、その使った時の遊びっていうんですかね。当然製品出せるレベルではあったんですけども、自分の中としてはちょっと物足りないなと思ってた部分があって、私はもともと電気担当でガタつきとかは構造のメカ担当の部分ではあるので、今回は開発の初期から実際やる前田とか尾形に対してですね、横からちょっといろいろ言わせていただいて、すごく良くなったポイントだなと思ってますし、携われて良かったなと思っています。なんじゃこりゃですね、なんじゃこりゃっていうのをお客さんが思ってくれたらもう勝ちかなと。本当に驚いてもうなんだこれはって言ってもらえるのが我々技術者としては本当に本望かなと思います。ユーザーがそれぞれ好きなようにカスタマイズして、もうそれが当たり前になっちゃう、体の一部っていう言い方ですかねになってるような感覚、他のペンに移ったらあれって違和感を覚えちゃうような、そういったペンになってればいいなっていうのは思いますね。今回カスタマイズできるペンになったんで、多分ユーザーさんは初め使った時は自分の好きに組み立てられるからいいなと思うと思うんですけど、多分次が出てくるんですよね。やっぱこうしたいああしたいっていうの、そういった声をどんどん聞きたいですね。フロントに着脱して入れられるようになったりとか、はたまたこの中リアの中、今ウエイト入れてますけど別のものを入れてユーザーの期待に応えられるようにできるとか、多分いろんな形が取れると思うんですよね。なおさらユーザーに寄り添う形のペンっていうのが、作っていけたら楽しいのかなと私個人では思ってます。アナログ画材に近づけたいっていうのが一個究極だとは思ってます。使っててやっぱりその違和感がなくなる部分、別のペンを持ってきた時に特性が全然ばらついてて使い心地が違うとか、そういうのはなくしていきたいなと思ってて、やっぱり電気観点ではなるべくそのデータ正確に取ったりとか、そういうのでやっていきたいなって思ってます。でちょっと逆のことを言うようですけど、アナログに寄せることが必ずしも究極じゃないなとは思ってまして、このワコムのデジタルペンプロペン3だからこそできることみたいなのも並行して考えていかないといけないかなと思ってて、方向性ちょっと違いますけど両方考えてやっていきたいなと思ってます。